ねえねえ、マリサー、前回、アダム・スミスの話をしてたじゃない。そうだね。絶対的貧困について話した時、18世紀からあるアダム・スミスの話をしたね。彼は必需品を2つに分けた。必需品 A は、生活衣食住に必要なもの。必需品 B は、信用に必要なものだ。一般的には必需品 A が不足すると衣食住に困るから、絶対的貧困でしょう？そう考えてよいと思うぜ。必需品 B が不足すると相対的貧困なの？そう言いたいんだけど、信用に必要なものって何？となると難しい。確かにそうだね。結婚式でいくら包むとか、スマホは絶対必要なのか、とか状況によって違ってくる。さりとて、人間は衣食住だけでは、信用を失い、どんどん孤独になっていく。そうか、信用を失うと、孤独な老人が増えていったり、子供たちの考え方にも影響が出てくるね。そうなんだ。徐々に広がる先進国の貧困と孤独。そこで、話題になっているのが相対的貧困だ。実は、この相対的貧困という概念は問題も山積みなんだけど、今日はできるだけわかりやすく、説明していくぜ。よろしく頼むよ。まず定義からいこう。相対的貧困とは、ある国や地域の生活水準の中で、大多数の人々と比較して、所得が著しく低い状態を指している。スマホが持てないとか、修学旅行に行けないとか、具体的な話ではないんだね。そうなんだ。絶対的貧困は、衣食住に必要なバスケットを作って、それが買えるか買えないかで考えた。逆に、相対的貧困は、ある国や地域で、比較的に貧しい状態を指している。具体的に、何が買えないから、相対的貧困という話ではないんだぜ。じゃあ、どうやって相対的貧困率とか計算するの？ちょっとややこしいけど、相対的貧困のからくりがわかるところだから、丁寧に説明してみよう。ついてきてくれ。1各世帯の可処分所得を調べる。2等価世帯所得を計算する。3等価世帯所得の中央値を調べる。4その中央値の 50% を貧困線とする。5貧困線未満の人を相対的貧困に分類する。難しい言葉がいっぱい出てきたよ。レイム、落ち着いてくれ。これを理解しないと、相対的貧困の長所も短所もわからないんだ。順番に行くからついてきてくれ。わかったよ。わかりやすくね。まず、1の可処分所得だ。いわゆる手取りと考えればよい。お給料から税金とか健康保険料とか支払った後だね。そうなんだ。ただ、問題はそこより年金だ。年金生活者の可処分所得は、その年金が該当する。そうか、過去に年収が高くても関係ないんだね。そうなんだ。日本は超高齢化社会だ。40代から50代で資産を築いていても、全部無視して、今の年金で考える。じゃあ、他の先進国より、相対的貧困率が上がっても当たり前だね。そうなんだ。まず、そこにからくりがある。例えば、年金などなくて、全員が一生年収500万円だと、相対的貧困は 0% になる。そうか。みんなが、一生年収が変わらず、ずっと同じだと、相対的貧困は出てこないんだね。まず、このからくりを覚えておいてくれ。生涯年収も資産額も無視している。それが、相対的貧困だ。次に、2の等価世帯所得とは何かだ。例えば、年収が同じでも、子供がいるかどうかで全然違ってくる。確かにそうだよ。お父さんの給料が高くても子供が多いと大変だよ。そうなんだ。そこで、世帯の所得を、世帯人数の平方根で割るのが、等価世帯所得だ。具体的に言うと、世帯所得が400万円で、家族が4人だと、1人当たりの所得は、400割る2で、200万円になる。4人家族だと、1人100万円ではないの？違うんだ。4人で暮らすと、衣食住の負担が軽くなる。そこで、4の平方根の2で割るんだ。その家の子供の所得は200万円になるんだね。そうなんだ。ここで、家族は均等に所得を分けているという前提が出てくる。つまり、家族の中で、子供が特別に貧しくても、相対的貧困には出てこない。そうか。各家庭で、子供や高齢者にどのくらいの所得が使われているかは、無視しているんだね。貧困について研究していると、よくある話なんだけど、家族は決して平等に暮らしてはいない。しかし、この相対的貧困率も、そこは無視して考えているから注意が必要だ。そうだね。あくまで、家庭内は均等という過程で計算してるんだね。あとは、簡単だ。3で、この等価世帯所得の中央値を調べる。中央値というのは、低い方から高い方に並んでもらって、その真ん中だよね。そうなんだ。平均値では、とんでもないお金持ちがいるから、使えない。そこで中央値。そして、4で、その 50% を貧困線としている。どうして、50% なの？ OECD という国際機関が決めたものなんだ。日本はそれをそのまま採用している。真ん中の人の、半分を貧困線、それ以下の人を、相対的貧困と決めているんだ。それが、5で完成となる。真ん中の半分以下だと、貧困。
でもそこには、生涯年収も資産も家庭内の不平等も入ってないんだね。具体的にはいくらなの？こっちのグラフを見てくれ。日本の相対的貧困線？そうなんだ。横軸に1985年から2018年、縦軸は年間所得、単位は万円だ。黄色が中央値なの。そうなんだ。2018年で、日本の10日世帯所得の中央値は253万円になっている。相対的貧困線は紫色で、その半分だから、127万円だ。一人当たり、年間127万円以下だと、相対的貧困ってわけね。この辺の数字を覚えておくと便利。だいたい120から130万円ぐらいが、今、日本で貧困線と言われている。推移を見てみると、1997年をピークにだんだん下がっていって、近年少し上向いている。全人口のどのくらいの人が、この貧困線の下側にいるの？こっちのグラフを見てくれ。日本の相対的貧困率？そうなんだ。横軸は同じくここ33年間の推移で、縦軸は何%ぐらいが、さっきの貧困線の下側にいるかなんだ。だいたい 15% ぐらいってこと？そうなんだ。あまり他の先進国と比較しても意味がないと思うんだが、この数字が、先進国の中ではアメリカに次いで、2番目に高いということで、話題にされている。OECD というところが、日本の相対的貧困率は高いよ、って言ってるんだね。まあ、そんな感じだ。確かに、高いといえば高い。日本で年間120から130万円以下で暮らしている人々が、15% ぐらいいるからね。そうか、6人から7人に1人は、相対的貧困状態なんだね。ただ、さっきのからくりも思い出してほしい。これはあくまで、1年間の年収で考えているから、働き盛りの人が減っている日本は、当然数字が悪くなる。こちらのグラフも出しておこう。日本の高齢化？問題になってるやつだね。そうなんだ。どうしても、ここからは逃げられない。横軸に気をつけてほしい。今から70年前の1950年から、今から40年以上未来の2065年までが予想されている。そうか、未来の高齢化率も大体わかるんだね。そうなんだ。70年前は、わずかに 5% ぐらいだったんだけど、現在は3割弱の人が65歳以上で、将来は、4割弱の人が65歳以上の国になる。この日本で、相対的貧困率を出しても、確かに下げるのは難しいね。全体のトレンドとしては、日本は働き盛りが減るから、年間所得で考える相対的貧困率は当然上がる。ただ、非正規雇用者の最低賃金を上げたり、貧困家庭の子供に対する給付金などが上がると、子供の所得が上がるので、相対的貧困率は若干抑えられるということになる。それが、相対的貧困なんだね。今日は、これぐらいにしておこう。レイム、どうだった？まず、絶対的貧困と違って、あくまで周りとの比較が相対的貧困なんだね。だいたい、10日世帯所得で、1人当たり120から130万円が、日本の相対的貧困ライン。15% ぐらいの人が、その下側にいるんだね。そうなんだ。そして問題点も多い。そうだね。資産とか、生涯年収とかは、無視して考えているから、高齢化社会には残酷な数字だね。色々考えることは多い。また、相対的貧困は取り上げようと思う。そうだね。先進国の貧困もどんな計算方法で貧困を考えるのか難しいね。本日もご視聴いただきありがとうございました。いつものことですが、チャンネル登録や、コメントくださる方々に感謝しています。それではまた、見てくださいねー。見てくれて、ありがとうだぜー。